足の角度とかもやっぱ踏みしろとか考えても本当に同じ操作してるもんね。いやそうっすね。待ちに待った VNM ペダル来ました。ついに来ましたね。バネとかを全部作り直してもらって、はい、それをやることでようやく実写感が出るというか、今までで一番近い実写のペダルができたと。はい、この S14 と同じこれストロークと重さなんで、それを調整して実写と同じ稼働量ストロークですねにできるということですね。いいわこれ。あと市販車寄りにしてるから皆さんふにゃふにゃなんじゃないブレーキって思うかもしれないですけど。はい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 。どうもガイファクトリートルと桃です。待ちに待った VNM ペダル来ました。ついに来ましたね。2つありますけど、はい、これ、何がちゃうかってもう皆さんね映像で見る限り分かると思うんですけど、これは一般的なオルガン式ですね。よくあるね、でこちらがこれトラックレーサーのインバートブラケットなんですけど、それにこの VNM ペダルを反転させてつけて吊り下げ式っすよこれで。VNM ペダルなんですけど、よく僕らですねこうサイドブレーキとかシフターとか紹介しましたが、ショールームとかで、僕らがですね VNM ペダルをこう展示して、触ってみた感想、皆さんやっぱりすごいいいってそうっすね、言ってくれるんですよね。渋ユーザーの方とか、プロドライバーの方にもテストしてもらったんですけど、今までで一番実車っぽいというか、市販車っぽいというか、よく乗るドリチャに一番近い踏み心地がっていう声をいただいたんですよね。そんな VNM ペダルスなんですが、構成ですね、をちょっと説明していきたく思います。使用感とかも説明していきます。今オルガンタイプになってるんですが、これ全部セットなのっていう思いきやこれはちょっと違います。でこれオプションパーツとかちょっと豊富に、入ってるものなので、基本的には VNM ペダルって3つのペダルのみのことを言います。なんでこの今下につけてるこの、ベースフレームって呼ばれてるものなんですけど、このアルミフレームとかフットプレートですね、こういうところはこれオプション品なんです。これ分かりやすく言えばブラケットから取り外してもこれ単体が VNM ペダルってことなんですけど、その踏み心地がなんでいいかっていう謎なんですけど、それはこれ全部ねダンパーが入ってます。全てダンパーが入ってる。このダンパーも全部ねオプションになってます。もともと付属されてくるのは、ただのバネ、ここにこれが入って、この伸縮するみたいな形なんですけど、やっぱりねフラフラ感が結構ね出ちゃうんですよね、このパタ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 、基本的にはこう、オプションパーツありきの使用感かなっていうふうに僕もちょっと思ってまして、このアクセルだけが、このダンパー、こいつと入れ替えてるのがこのダンパーですよね。ブレーキはここダンパー入ってるじゃないですか、これはオプションでつけなかったら全くない状態。ないです。ここだけってことですね。クラッチもじゃあ一緒かな。そうですね。そもそもない。そもそもないです、ね。ではこのバネだけで構成されてると、なるほど。でセンサー関係ですね、毎回ペダルってこうセンサー問われるんですよ、こうボリュームだったりマグネット、これロードセルということで VNM はブレーキがロードセルですね。まず、いつものロードセル、こう圧力を数値化してですね、かなり繊細な入力をですねシミュレーターの方にできます。この辺のモデルになるとロードセルでも当たり前になりましたね。そうですね。アクセルとクラッチに関してはこれマグネットです。ここの中に軸が入ってて、その軸についてるマグネットが、AN 極 S 極とかそれで判定するっていうことになってますね。非接触なんで、耐久性は高いかというところです。完全密封されてるんでね、ホコリもね入りづらいと思います。あとはこれが、総合まとめる総合するユニット、制御ユニットなんですが、これで、この USB を使って PC に接続っていうことです。PS4 とか Xbox のコンシューマー機ですねには接続できない、これもシミュレーター用品というところです。いろんなペダルをね試したんですけど、こうもともとオルガン式のペダルをこれで反転できるって僕らのトラックレーサーのレビューで言ってましたよ。その時に反転させたらもうね、どうしてもやっぱこうオルガン式でこうかかとを乗せてね、こういう風に入力するから、それにね合わせてる感あるんですよ。バネの重さとかストロークとか、あとは、レースカーに合わせてるのはほとんどじゃないですか。そこが一番なんか違和感感じたところですよね、吊り下げにした時の。
俺らってどっちかって言ったら市販車寄りとかにこだわってるじゃないですか、特にドリ車にこだわってるじゃないですか、この前レビューした P2000、シマジックの P2000 に関してはできなかったんですよね、オイルダンパーの関係で。でこれはそういうの使ってないからいけるじゃんって一番最初来た時に速攻で吊り下げにして踏んでみたんですけど、違和感あるなと、どうしても。でもともとダンパーをつけるとダイヤル調整できるようになるじゃないですか、後ろで。それで柔らかくもしてもやっぱちょっと変だよねっていう話をしてて、Qシンクとかメカカップもこういうタイプになってるんで、簡単に吊り下げできるペダルって実は世の中にたくさん売ってるんですけど、全部テストしたんですよね僕ら実は。吊り下げだったら実車感というか市販車になるのかっていうのにすごく疑問を抱いてて、一回デイリーさんに相談して VNM に掛け合ってもらったんですよね。またわがままを言ってもらって、なんだかんだいろいろ頑張って半年ぐらいかけてちょっと開発しました。作ってもらったんですよね、いろいろとバネとかを全部作り直してもらって、それをやることでようやく実車感が出るというか、今までで一番近い実車のペダルができたということですよね。今回ですね、実車感もう実車っぽいって言ってるんですけど、僕らとかプロドライバーさんたちが実車とは言ってるんですが、これねもうそれだけじゃねもうなんか情報が足らんということで、ちょっとこちら見てください。ちょっと前にですね、これ僕走り屋時代のこれ師匠なんですけど、その師匠がね D1 ライツが出てるんですよ。なんでその車をねちょっとお借りして、アクセルブレーキクラッチの重さプラスストローク量全部測ってきました。これでドリ車ってすごいいろんな車あるんで数値はこれだったよっていうのは公表しないんですけど、この S14 と同じこれストロークと重さ、さらにはシフターですね。このシフターもこれ全部ねこれ VNMこの間20ニュートンぐらいがいいなっつってマジで20ニュートンぐらいで入ってんですよ、シフトが。これすごい面白いなと思って、なんでもう自信を持ってねこれもう実車とねほぼ一緒なんですよマジでっていうのは僕ら言えるんですよ。じゃあ VNM はなんでそれに調整できたかっていうと、ちょっと拡大してここの青いこのチューブみたいなのありますよね。ここがこれスロットルなんですけど、この青いチューブでこの奥が止まるみたいな、ここから見ると分かるんですけど、これ青いチューブが2つついてます。これが手前で止まるところ、それと今さっき説明した奥で止まるところのチューブですね。これを緩ませるとこれがね前後に動きます。こっちの最初の位置と奥までの位置っていうのがここで調整できるんですよ。なんでそれを調整して実車と同じ稼働量ストロークですねにできるということですね。それは全ペダルそうです。ブレーキもクラッチもついてますんで全ペダルが同じように調整できるということです。でブレーキの硬さ調整ですね、これバネついてると思うんですけど、これデイリーオリジナルキットなんですよ。これ VNM メーカーに頼んで、これが僕らとデイリーさんとで協力して作った硬さ調整のバネですね。これがいっぱい入ってます。それでブレーキの硬さやストロークですね調整してあげると、スプリング調整もそうなんですが、スプリングのこのプリロードの調整もできます。かなり柔らかくしてもうちょっとスプリングがカチャカチャ動くようにするとこの最初の遊びが表現できたりとか、こう逆にプリロードをかけてあげてかっちりとしたねブレーキの感覚にも調整できますね。でオプションのダンパーキットですね、ここについてますけど、そのダンパーキットでこのブレーキの減衰ですね、動きを抑制してあげると、それでまた実車感がね出ます。クラッチはですねここ4段階の調整ができるんですが、こうクラッチを入力していくとこれ倒れて硬さが柔らかくなるというところの調整で、これを下に持ってくるとこの倒れ込みがなくなります。逆に一番上に持ってくると倒れ込みがすごい大きくなるんで、手前からこう倒れて柔らかくなる。で下に持ってくるとペダルを奥まで入力してもここが倒れないので硬さは変わらないです。であとはダンパーキットですね。このクラッチもね若干減衰つけた方が動きですね、グリスがこう可動部に塗ってある感というかそういうところを出します。まだ吊り下げブラケットにはつけてないんですが、ペダルの高さ調整ですね、ここのビスですね緩ませてあげるとこんな感じでペダルプレートの高さ調整ができます。なのでこれ吊り下げブラケットに取り付けて自分の好みの高さに調整できるということです。これ全ペダルそうです。ここでですねベースフレームの詳細可動域をちょっと説明します。フットプレートの高さ調整が1234段階ありまして 3.3 センチぐらいの高さ調整ができるっていうのと、3ペダルの取り付けに関してはアルミフレームなので下はもう自由自在です。無段階の調整ができると。あとはペダルブラケットに取り付けする穴が
この長穴になってますんで 10mm から 19mm ぐらいの範囲で設定できます。横のピッチはですね 39.3 センチぐらい。あとはですねブラケット側面にですね制御ユニット取り付けられる、ここにスポットの穴があります。これがベースフレームを付けられない状態の単体のものです。これがベースフレームのオプションなしだとこの状態で来るっていうことになりますね。で今さっき説明しづらかったんですが、もう一つ調整点がありまして、ここに複数の穴が開いてると思うんですけど、ここのステーの高さの調整でこのペダルの開始点ですね、ここが高さが上がったり下がったりするんで、ペダルの位置調整がここの高さ調整でできます。これ反転させるブラケットに取り付けした時にすごいこれ役に立ちます。最後の微調整みたいな形ですね。トラックレーサーのブラケットに取り付ける際にはですね、付属の6角のボルトだと取り付けできません。長さが足りないんです。なんでこの 25mm M6 ですね、ボルト、ワッシャー、ナットセットを購入いただいて、それでこういう風に固定するという形ですね。全部で16セット必要です。もともと商品出荷時の足の向きですね、ペダルブラケットのこのピッチがね合わないんですよ。なんでこれを外していただいて、左右を入れ替えて足を前に出してあげる形ですね。この反転させます。でこんな感じに反転させたら、好きな、ペダルブラケットの位置ですねに固定するって形です。これで吊り下げブラケットの取り付けができました。このブラケットの高さ角度調整をして、今さっきも言ったように奥のボルトでですね踏み始めの場所ですねを調整して、この位置に設置ということで、これでコックピットにつけてみます。じゃあ VNM ペダルですね、こんな感じでいいね、かっこいいね。いやー、なんかカメラもね広角でちょっと今日やってるんですけど、マジな車載みたい。じゃあ今回はですね大平台をちょっと走っていこうと思うんですけど、もうね触った瞬間からやっぱ吊り下げですわ俺ら。そうだね、もうずーっと吊り下げ使ってるからね。そうっすね、このかかとをこう乗せてやっぱ踏んでる感じが全然違う。そうっすね、あと踏む角度、これも全然変わってくるんで、そうっすね、コントロールしやすいっすよね。そうなんすよ。あとはですね、この可動域と力、このストロークと力ですね、この踏む、これはもう全部シルビアに合わせました。映像に映したハンクラ、めちゃめちゃやりやすい。これハンクラですよ、これ。いいね。やっぱこのかかとでずらしてる分、このペダルがちょっとこう若干こう動きが鈍くなるから、ハンクラもめちゃめちゃしやすいですね。クラッチの煽りがもうすごい自然なんですよ。足の角度とかもやっぱ踏みしろとか考えても、もう本当に同じ操作してるもんね。いや、そうっすね。やっぱ吊り下げだよな、やっぱ日本車って。実際日本だと吊り下げめっちゃ人気ありますからね。皆さん結構やってますからね。でも海外的には吊り下げってそんなに人気じゃないというか、ないんですよね、海外ってね。ほとんどないですね。ほとんどないです、その吊り下げにしてるものが。そうなんですよ。なんで海外メーカーが吊り下げを出さない理由はそこにあって、で今回 VNM のメーカーも僕たちに協力してくださったんですよね。そうなんですよ。デイリーさん通して、なんで吊り下げ必要なんですかっていうところから、もう熱く語って説得して、もういないからどうしてもこう好みのやつを作りたいっていう形で、で吊り下げできるよってやっぱ言われたんですよ。なんですけど、いやそのレース用のものを吊り下げしてもおかしいんですよねっていうので、バネとかね、ダンパーとかそういうものを、そうなんですよね、結構時間かかったんですけど、快く協力していただいたんで、なんかとりあえず今のところ一番好みのものができたかなっていう感じですよね。
ブレーキの位置もやっぱりもう狙ったところにあるんですよね、これ僕ら全然なんていうんですか、いつも触ってるわけじゃないじゃないですか、この VNM に関しては、やっぱねポッてブレーキの位置にちゃんともうブレーキがあるっていう。そうショールームではもう設置してるじゃないですか、たまにフラッと5分ぐらい乗ろうかなと思ってもすぐいつも乗ってるかのように操作できちゃうんですよね。そうなんですよ。あとはこのストローク量、はい、ストローク量が僕たちのモッドって、このスロットルのカーブを実車風に近づけてるじゃないですか、はい、このパワーバンドというか、そこを相まってこのスロットルのこのなんていうんですか、このシルビアのぐらいのスロットル、これがねまあまあもう実車の域かなというところですね。そうっすね。実際ベタ踏みにすることってまずないじゃないですか、実車って。そうっすね、いや2速とかでも普通にこのアンクラができるっていうね。よし、じゃあちょっとこのままグリップテストいってみましょうか。はい、じゃあ毎回ニュルなんでね、今回はたるみでちょっとグリップテストいきましょうか。はい。いやー、このブレーキの位置に対してドリフトになっちゃってるじゃんブレーキの位置に対してスロットの位置がちょっと下にこう設置したんですよ、もうその位置でこれいいわこれあと市販車寄りにしてるから皆さんふにゃふにゃなんじゃないブレーキって思うかもしれないですけど、遊びの奥ってがっちりしてるんですよねこれ。そうなんですよ。で実車ってスピード出すと結構奥ってめっちゃ硬いじゃないですか、踏むの。それを頑張って再現してる感は十分伝わるんですよね。そうなんですよ。これでブレーキのストロークも、これそんなに奥に行かないじゃないですかブレーキって、実車ってグワーッと奥に行かないじゃないですか、なんであんまり奥に行かない、まあストローク量は10センチぐらいで確保してるんですけど、そこからのやっぱこのアクセルペダルへのこのねアクセスがすごいですね、ちょっとこれ乗ってみます？たまにはね。トルさんのね上り行きますか、軽く。はい。これさどうすか、もうしょっぱな分かるんじゃないですか？いやめっちゃ踏みやすいよ、踏みやすいけど、まずハンドルがすげえだけもう完全にもうこれももちゃんの180と同じこれポジションだよね。いやもうねこれもう男のローポジとローポジ再現しなくていいわこれ、疲れるわ。コントロールがすごいしやすいのと、奥でがっちりするじゃない、俺もドリフトしちゃうわこれ。ドリフトだわグリップやってこのかかととペダルプレートの間の位置関係とかどうですか？いや最高っすよね、僕ねヒールトゥーする時以外って結構かかとついて走ってたんですよ、7割8割ぐらいの時って、それがすっごいしやすい。日本車乗ってる人がやっぱりかかとベースで、そうだからどっちかというとこうブレーキタッチの時のかかとの感じでアクセルをこう斜めに踏む感じじゃないですか。これすっごいいい。いやこれはもう僕らもかなりテストして多分一番この世の中のペダルでテストとその開発、だったり提案を課されたものなんで、これはねレビューいいに決まってますよ。そうですね、僕らが注文したんで、あくまでも僕らの好みだから、来れる人はショールームに来て、そうなんです。多分これ気に入らない人もいるはず、そうじゃないよとか、あと欧州車乗ってる人は、長く乗ってる人なんかは、いや別にっぽくないけどっていう人も結構いると思うんですよ。そういう人はシマジックの P2000 なんか多分すごい踏みやすいと思う。確かにあっちのオイルダンパーも俺めちゃめちゃ好みで、あれも実車の油圧っすからね。ニュルでいつもの BM 走ってる時は正直あっちの方がコントロールしやすい。こっちは最高のストリートペダルって感じ。はい、じゃあこの VNM ペダルですね、走行テストしましたが、もうレビューは良かったと、僕らがそのね研究して提案してデイリーさんと、それで VNM にこういう商品がいいよということで作ったものなんで、本当に日本車でストリーターとか言ってましたけど、市販車で走ってた方は
すごいドストライクなペダルだと思います、本当に。そうっすね。オプションパーツっていうのが標準的についてない状態で、これはダンパーセットがですねオプションでついてる状態をレビューしました。僕らこの状態を製品化してくださいって言ったもんなんで、ダンパーはちょっとオプションありきな感じはしますよね。そうっすね。あとはこのデイリーオリジナルのこのスプリングのセット、これもダンパーに付属して、これないとね困っちゃうと思います。だから2つオプションが必要になるのかな。そうですね、この仕様で今レビューしたのはこのバネももちろん使ってますんで、このバネやっぱりいろんな人がいると思うんですよ。やっぱ硬すぎるとか柔らかすぎるとか、そういうねいろんなユーザーに対応したバネで僕らも考えてこのバネのセット入れてます。この VNM ペダルは daily.io 公式オンラインストアで購入することができて、商品ページですね、動画の概要欄に載せてありますので、ぜひオプションパーツとかの値段もありますので、価格も変動することもありますので、商品ページぜひ見てください。デイリーさんの公式ストアのみで使えるガヤクーポン、これね全商品で使えるんで、こちらもまたね記載しておきますので、ぜひ使って少しでも安く購入してください。はい、よろしくお願いします。また新しい SIM 用品ですね来ましたら、僕らの手で徹底的にレビューしたいと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。ガヤファクトリーでした。